今日は先日大阪で行われたアンノウンアジアというアートイベントの出展の様子をお届けしたいと思います。安定のバカデカ荷物で出動。会場は阪神百貨店の11階にある梅田サウスホールという場所でした。めっちゃ綺麗だった。作品がちゃんと届いていて安心しました。私は去年の夏からこういった展示の活動を始めたんだけど、おそらく初めて一人で設営をしたかもしれない。今まではギャラリーの方や周りの方に手伝ってもらいながらやったから、もうめちゃめちゃ今回の設営緊張してたね。作品を取り出して配置を考えながら釘を打っていきます。今回自分で釘を用意したんだけど、なんかコーナー行ったらスクリュー釘っていうのが一番抜けにくそうだったからそれにしました。ここでめちゃくちゃお優しい他の出店者の方が私の代わりに脚立を持ってきてくださって、高いところの設営をしようとしてるけど脚立の登り方なんだっけって考えてますね。これは貸し出しの脚立があったけど、結構やっぱり取り合い数に限りがあるからマイ脚立を持ってもいいのかもなって今回の展示で思いましたね。それで1メートル弱の作品を飾っていくんだけども、これさ、私筋力不足がやばすぎてもう汗だくになりながら展示して、もう少し高くしたかったんだけど脚立に登りながらこの作品を持ち上げるっていうのが難しくて、私の筋力不足でこの位置に決まりましたね。水平器で水平の位置を測りながらそこに釘を刺していく形なんだけど、そういえば去年展示させていただいたギャラリーのオーナーさんに、釘を打つ位置の目印は鉛筆じゃなくて釘の先っぽでちょんちょんって軽く穴を開けるといいよって教わってたのを思い出して、そうしました。そう、最初忘れてて鉛筆でやっちゃって手がめっちゃ汚れちゃったのよ。だからそこ気をつけた方がいいなと思った。あと釘を深く刺しすぎないっていうのも大事だったってことを思い出した。探り探りやってますわ。なんか深く打ちすぎると埋まっちゃうんだよね。だからもう3分の1程度の深さでトンカチで打つとそれでいいってことを思い出したね。あと斜め上向きに釘を打つと高さの調節がしやすいからいいよって言われてたのも思い出したそんなこんなで一生懸命設営しましたよ。頑張った。過去のアンノンアジアに出展された方のブースのレイアウトを拝見して、なんとなく作品で結構埋めた方がいいのかなって印象を受けたから、私も今回作品数を増やしました。大きさというよりかは。でもその感覚が合ってたかどうかは分かりません。で、作品の他にも棚をつけて、これは山崎実業さんのなんかトイレに置いたらいいよみたいな、待って違うよ、大丈夫だよ、トイレ以外にも置いていいんだけど iPad を置きたかったから、そこそこ耐荷重がある丈夫な棚を探しててこれにたどり着きました。それで口コミで設置するのがめっちゃむずいって書かれてたから、これを設置するのに謎に一番緊張してて、でもぴったり水平だったからよっしゃって、真顔だけどめっちゃ内心笑顔です。最後に自分の名前のアクリル切り文字を貼ってますね。これはなんかお手本シートみたいなのをいただいたから、それを見ながら投稿っていう感じを一生懸命貼ってますけど、なんかこれね、この位置に最初貼ってたの、右上になんだけど、この女の子の名前が投稿って思われてしまう事態が発覚しちゃって、気まずい空気が流れることになっちゃったから、最後位置変えましたね。こんな風に透明で光が当たるとキラキラしていい感じ。引きで見ると全然目立たないけど、それがいいなと思ってこれにしたんです。見てくださった方が透明ってこと気づいてくれて嬉しかったね。それで名刺やらプロフィールやらこんな感じに設置しました。透明の棚は無印良品、こんな感じでいました。3日間たくさんの人とお話できて楽しかったです。もう本当に楽しかった。びっくり。あとありがたいことに賞をいただきまして、本当にびっくりしましたね。ありがとうございます。本当に無事終わりまして、
めっちゃ家ですお疲れ様でございました。本当にイベント自体は3日間あって、なかなかのハードスケジュールだなってことは事前に分かってて、体力的に乗り越えられるかめっちゃ不安だったんだけど、なんとかというかイベントの居心地が良すぎて、そのおかげで乗り越えた感じ。なんか武者修行感めっちゃあったね。私一人だけかもしれないけど、家から大阪まで2時間かかっちゃって、イベント自体が10時会場で8時とか8時半閉場だと、そっから帰ったとして寝るの1時みたいな。もう朝5時に起きて速攻電車乗って会場向かうっていう3日間で、まだ自分にそういう根性が残ってるってことがすごい嬉しくてよかったです。でも3日目の朝ね、さすがに睡眠不足による頭痛が起床即起きてて、これはやばいと思って大阪着いて松清に行って頭痛薬をレジで購入してる時に、今松清とパペットスンスンがコラボしてて、スンスンの可愛い店内放送が流れてさ、私結構3日目はやばい、今日一日乗り越えられるかなってすごい心配だったんだけど、スンスンがその店内放送をうまく言えなかったのかな、緊張して。それに対して落ち込んでて、でお友達ののんのんってキャラクターがスンスンに大丈夫できるよみたいな励ましてて、その言葉で涙じんわりっていう。スンスンのおかげで乗り越えられたな。そんなことはまあ置いといて、こういうアートフェア、アートイベントに出るの初めてだったんだけど、ギャラリーとアートイベントの違いをものすごく感じた部分があって、でそのおかげで今回結構自分らしく振る舞えたり、自分の話をきちんと相手に伝えることができたなって思ったんだよね。でその違いっていうのが、アートイベントってそのイベントに来てくださったお客様が確実に絵を見に来てるっていう確信があるというか、今回入場料もかかるし、お金をね払って絵を見に来てくださってるっていうことが決まりきってるというか、ギャラリーってそのオープンな状態でだいたいあると思うから、見に来てくださった方がこの展示目的でいらっしゃったのか、それとも通りがかって素敵な場所と思って入ってきてくださったのか、お客様の熱量というか、どのくらい自分に興味持って来てくれたんだろうっていうのがあんまり分からなくて、だから私もあんまり自信を持って私の話をしていいものかっていう迷いがあったんだけど、今回のイベントに関してはその話すことに慣れてない1日目から、なんか皆さんめっちゃ話聞いてくださるなっていう感覚があって、そういう違いだったのかなって思った。熱心に話を聞いてくださる方が多くて、それが本当にありがたかったし、マジでそのおかげで自信ついた。最近は自分の作品の説明するときに、私の理解者である女の子たちを描いていますっていう説明をしてて、イマジナリーフレンドのような存在ですってお伝えしてるんだけど、なんかすっごい抽象的だよなって思っちゃってて、私の主観の話だし、だから毎回私の話なんて本当聞きたくないですよね、ごめんなさいとか思いつつ話してたんだが、そういうもうポワンとした概念的な話も、そういう存在ありますよねとか理解してくださる方が多くて、自分のその感覚の話がバシンと通じる感じがあって、お客様が私の親戚に不登校の子がいてとか、そういう話をしてくださった方がいて、そういうキーワードっていう通じたっていう感触が、手応えがめっちゃあった。お客様がみんな聞き上手だったのかもしれないアンノーンアジアはもう大きい11年目っておっしゃってたかな、長く続いてる大きいアートイベントだから、もう来場者数もすごく多くて、見てくださってるお客様にこういう絵描いてるんですって説明するんだけど、もう千本ノックって感じで、おかげでその3日間だけどギュッと集中して訓練できたっていうか、人に対してどう伝えていくかっていう、そういう練習がたくさんできたなって思って、でも3日終わった後に人と話すことが割と得意じゃないんだけどな、できなくはなかった自分、過去の自分が帰ってきた感覚がめっちゃあって、もう私ここ数年はもう本当に人とうまく関われなくなっちゃって、それがすごく悩みだったの。もう個人的な話なんだけど、2019年かな、2019年に1回適応障害になって、でその後2年引きこもったのかな。コロナの期間もちょうど運よく運悪く重なったのか、2年丸々引きこもって、もう家族以外の人とは喋らないみたいな。その時にやっぱガクッとコミュニケーション力が落ちた感覚がすごくあって、
て、その状態のままここまで来てて、例えば私2022年に青山塾っていう東京にある画塾に1年通ってたんだけど、2022年にようやく社会に戻ってきたから社会復帰したてで一人で電車に乗ることもいっぱいいっぱいな、そういう状態だったから、その塾では正直全然人間関係をうまく築けなかったの。だからなんか同期の方々にはやべえやつって思われたんじゃないかなっていう心配が未だにあるぐらいなんだけど、でも皆さん優しいからそんなことは多分全然なかったと思うけど、もうその時は電車に乗るともう頭痛と吐き気に襲われてフラフラになりながら青山ブックセンターに着いて、でなぜか絵を描く時だけは頭痛もなくなってめっちゃ元気みたいな、その時からやっぱり絵を描くことが救いだったんだけど、うまく人と関われなくなったっていうのが、あまりにも自分の発言を気にしすぎて頭の中でこねくり回しすぎて、こういうこと言ったら失礼にならないかなとか相手を傷つけてしまわないかとか、そういうことを考えすぎるあまり結局何も話さないみたいな、会話の瞬発力がなくなったなって思ってて、話してくださる方にはこいつ全然自分の話しないなとか自己開示を全くしないなって思われてたんじゃないかなと思う。そういう状況になった時に昔の自分もこんなんじゃなかったのにって思いがあって、それですごく辛くって、もちろん一回なんか精神の体調を崩した人はわかると思うんだけど、体調を崩す前の自分には戻れないのかもなって思う瞬間が多分あると思う。なんか今回のその武者修行で元の自分の感覚が戻ってきた感じがあって、もうそれが本当に嬉しい。また抽象的な話をしている気がする。そんなことがありました。多分私のね見た目っていうかパッと見めっちゃまともそうな人間に思われると思うんだよね。ここにギャップがあると思うけど、実はこういうことを悩んでました。展示 Vlog って再生回数伸びやすいイメージがあるんだけど、こんなに一人で喋ってたらここでブチ切れられる可能性があるな。まあいいや、振り返り大事だからね。であとはなんだっけな、そう、その自分の話を人が聞いてくれるわけがないっていう思いって、私はその家族の中だと私聞き役だなって、結構中間管理職的な役割をしてるなって思ってた時があって、それだけなのかなって思ってたんだけど、今回人とイベントで話してて、そういえば私中2の時にめちゃくちゃいじめられてて、学年中から無視されるっていうなんか期間があったのよ。なんかあの時の影響も今ある気がすると思って、もう昔すぎて忘れてたんだけどその時は若干学校に行けなくなるぐらい辛かったのに忘れてたけど、やっぱ無視されるって辛いじゃないですか。で私の名前トウコっていうんだけど、透明人間のトウコだなって自分の中で思ってて、それって別に家庭だけじゃなくて学校生活のことでもあったのかっていう新たな発見というか思い出すことがあった。私の描く女の子ってみんなこっちを向いてて、でそれって私がその女の子たちに見てほしいって気持ちがあるからって思ってたんだけど、それだけじゃなくてそういう学年中が無視生活があったから、誰かに私の存在を認識してほしいって思ってたんだなっていう気づきだから、今後の制作にも活かせそうだなって思いました真面目。でそう、あとありがたいことにレビュアー賞という賞をいただいて、いやなんかね賞があるっていうのは聞いてたんだけど、私あえて調べずに行ったのね。なんでかっていうとめちゃくちゃ人と比べちゃうから考えないようにしなきゃ多分イベント中めげるなと思って全くショーのこと調べずに行ったの。だからまさかいただけると思ってもおらずありがたいですね。本当なんかああいうアートイベントに今年東京の方のまた別のイベントにお伺いした時に、そういうショーの制度とあといいねカードっていう仕組みがあることを知って、審査員とか多分なんかわかんないけど偉い人が作家さんの作品を見ていいなって思ったらなんかお気に入りシールを貼るみたいな、そういう仕組みがあって、それを会場で見た時にもう人気度では決してないと思うんだけど、たくさん貼られてる人と何も貼られてない人っていうのがもうブースで如実に分かっちゃうから、なんてグロいんだって思って怖くなっちゃって、あんまり調べないようにしてたんだよね。そういうのが結構向上心につながる方もいると思うんだけど、私はそうじゃないからあんまり気にせんとこうと思って行ったんだけど、それが結果良かったみたいですね。でもアンナウンアジアはめちゃくちゃ運営の方のサポート手厚いと思って、他にイベント出たことないから比べたことがないからわからないけど、説明会が4回ぐらいあってオンラインで、それがすんごいありがたかった。
ったね。であとその企業の方とお話しして今後どうしていきたいかって質問を投げかけられて、で私その時パッて思いついたのがちょっと現実的な話しかなくて、後から帰りの電車とかで考えてたんだけど、自分のメッセージを届けたい人にきちんと届くようになりたいなって思ったね。私のテーマとしては自己否定がテーマかなって思い始めたから、今ってやっぱ自己肯定感っていうワードが熱かったりすると思うから、自分の作品を通してのメッセージを必要としてくださる方がいるんじゃないかなとおこがましいながら考えたりするから、なんかちゃんとそういう風にできたらいいなって思いました。面接でそうついに YouTube を見てくださってる方が絵を見に来てくださって、やばくないね、嬉しかったな。なんかね、多分来てくださる予感がしてたから、めっちゃセンサー張ってたので、スーッと私のブースに入ってきて絵を見てくださって、でジンを作って置いてたの。これもう前日に大慌てで印刷してなんとか製本したんだけど、これをねあえて私手に取りにくそうな感じで置いてたの。こう開いておいた方が多分さみんな見やすいと思うんだけど、こうやって閉じて置いてて、でそれをね迷いなく手に取ってくださった方がいて、多分視聴者さんだなって思ってお話しして嬉しかったね。やっぱ分かるもんだね。なんだろう、なんかさアイドルがさ特典会でさもしかしてツイッターの〇〇さんみたいな言ってくれることあったけど、こういう感覚ねっていうアイドルの気持ちが分かりましたわ。私ずっとアイドルオタクしてたから応援する側だったのね、ずっともう10代の頃から。だから今応援してますとか言われると若干の違和感というか不思議な気持ちになって、だからいや私があなたのことを応援しているのだがみたいな、そういう気持ちになってます。私フッカルの逆のフ重だから、そういうイベントに来てくださること自体がすごいことだって重々分かってるから、もう本当にありがとうの気持ちしかない。でそれプラスさ優しい言葉をかけてくださるわけで、身に余りすぎてる言葉嬉しかったな。そうだ、なんか思いを伝えるといえば、私このイベント参加する時にある課題を設定してて、真面目かって感じなんだけど、私人の作品を拝見して感想を言うのがめっちゃ苦手なのね。こういうこと言って相手の考えから間違ってないかなとか合ってるかなっていうのをめっちゃ気にしちゃって、でもそんなの気にする必要はないのよ正直。受け手が感じたことが正解だから。なんだけどそれは分かってるのになかなかさっき話したうまく自分のことが話せないっていう状態に陥ってて、でも今回人の作品を拝見した時に思いついた言葉を脳内で精査せずにもう口から出しちゃおうと思って意識してやってたんだけど、やっぱり私もその出展してる側の気持ちもわかるから、受け手の人が思ったことってやっぱり絶対に正解なんだよね。作家代表みたいなこと言ってるけど、だから私がこういう印象を受けましたってお話ししたら、実際にそういうこと考えててって返してくださって、この思ったことを素直に伝えるでよかったんだっていう発見があった。だからそれも自分の中で成長を感じましたね真面目。これも踏まえて元の自分が戻ってきたなって思う。それであと反省点としては、なんかね筋力不足のあまり重たい作品を置きたい位置に置けなくって、私女子高魂なのか最初の1回は自分で全部やってみたいって気持ちがあって、でもなんかね通りがかった男性のね他の出展者の方が手伝いましょうかって言ってくれたりしたのに、私は女子高魂兼長女気質兼なんていうの人に頼れない性格すぎて大丈夫ですとか言っちゃったんだけど、なんかせっかく言ってくださってたから頼ればよかったんだなって、そこが反省点だね。ちょっと次から、最初頑張るけどやっぱ無理だなって思ったら、近くのブースの男性は運の尽きというか申し訳ないけど頼ることになるかもしれないなって思いましたね。まさか筋肉量の低さがここで邪魔してくるとは思わなかった。
あと他の作家さんともお話ししたけど、作品の重さ問題、そこももうちょっと考えていかなきゃなって思ったな。めっちゃ話した。とにかく素晴らしい経験になりました。でなんか皆さんこう惜しげもなく自分が苦労して手に入れたであろう情報を私のようななんか得体の知れない自分にも教えてくれるから、私もどんどんこう絵を描きたいと思ってるんですっていうお客様もたくさんいらっしゃったから、どんどん役に立てることを伝えていけたらなって思いましたね。そんな感じです。去年の夏に展示を始めることができて1年ちょい経って、私はもう美術は独学でやってきたから、この1年は人のアドバイスを積極的に聞いて取り入れていく期間にしようって決めてたの。1年経ってなんとなくやっぱりここは譲らない方がいいんだなって思うポイントとかも分かってきて、だから今後はもうちょっと頑固者でやっていきたいかなって思ってかな。私はやっぱりね、人の意見に流されやすいから、そこは気をつけていこうっていう決意で、あと英語を頑張らなきゃ。展示活動をしていく上で英語が必要だよっていうのは前から分かってたんだけど、ついにもう英語をガチでやらないとまずいっていう段階になってきたことが逆に嬉しいかも。私の知ってる英語ってもうターゲット1900だからとりあえず iPhone の言語設定を英語にするところから始めようと思うわ。そんな振り返りでした。長え運営の方々、作家の皆様、見に来てくださった方、気にかけてくださった方、ありがとうございました。これからもね、書き続けていくのでよろしくお願いします。じゃあ今日もありがとう。